負の質量。負の質量は、人類が質量とマイナスを知った時から想像はなされていますが、未だに存在を証明はされていません。しかしもし負の質量の物質が現実にこの宇宙に存在していたら、どのような振る舞いをするでしょうか？宇宙のどんな場所に集まっているのでしょうか？この動画ではその疑問に答え、そこからたどり着いた仮説を発表したいと思います。負の質量の物質が実在したらどうなるか？まず、負の質量の物質が万有引力によってどのような動きをするかを解説します。これが物質が引力によって引き起こされる加速度を示した方程式です。そしてこの方程式に負の質量を当てはめた場合起きる運動は、1、負の質量の物質は負の質量の物質から離れる。負の質量の物質同士では反発するようです。このことから考えると、負の質量の物質は負の質量の物質同士で構造を作ることは難しく、もし現実に存在するのであれば、素粒子の状態である可能性が高いです。2、負の質量の物質は正の質量の物質に引き寄せられる。3、正の質量の物質は負の質量の物質から離れる。つまり、負の質量の物質は正の質量の物質を追いかけ、正の質量の物質は負の質量の物質から逃げるというわけです。負の質量の物質が実在していた場合正の質量の物質との追いかけっこが始まるということですが、現実に宇宙に存在すると想定した場合、負の質量の物質も正の質量の物質も多数あるという想定になるので次の状態で安定します。正の質量の物質同士が多数固まりその周囲を負の質量が取り囲んだ状態です。負の質量の物質は正の質量に引っ張られつつも負の質量同士では反発するので、正の質量の物質に近い場所では密であり遠い場所では素になり、そのまま無限遠まで素になりつつも分布します。つまり、この宇宙に負の質量の物質が実在していた場合は、おそらく、宇宙のどこにでもまんべんなく存在し、特に星や惑星のそばなど、重力の強い場所には大量に存在する。という結論になります。本題。さて、ここからがこの動画の本題です。私、ケシンバレッタは以上の内容を、2017年5月22日にニコニコブロマがサービスに投稿し、取り囲んだ負の質量の物質から正の質量の物質が中心に向かって逃げる力がダークマターの正体であり、負の質量の物質同士の反発する力がダークエネルギーの正体である可能性があると記載しました。驚いたことに、2018年12月にオックスフォード大学の天体物理学者ジェイミー・ファーンズ博士が、天文学史アストロノミー&アストロフィジックスで発表した論文の概要とニアミスしました。まあその記事を投稿したニコニコブロマガサービスは2021年10月7日に終了し、書いた記事が消滅してしまいましたが、私はこの考えをさらに発展させて、ある仮説を追記していました。実はこの動画は、その仮説を発表するのが目的の動画なのです。その仮説とは、重力は負の質量である。というものです。つまり、電気のプラスとマイナス。磁力の S 極と N 極のように、質量と重力は対の存在であり、互いに負の関係。重力は負の質量であり質量は負の重力であるということです。重力は質量に伴って発生するものですが、その二つは全く逆のものだと言いたいわけです。なぜその考えに至ったか。負の質量の物質が実在すると仮定して考えていった場合、負の質量であるのならば当然負の重力も発生させるはずです。しかし、先ほどの分布図に負の重力を当てはめると、正の質量の物質の重力と打ち消し合ってしまい無重力ということになってしまうのです。これはおかしいなと思いました。なぜその考えに至ったかに。先ほどの負の質量の物質の分布図を見たときに、私は、重力の分布とよく似ているなと思いました。近くに別の質量を置いた時の分布や質量を動かした時の分布の変化も非常によく似ているのです。そこで、もしかしたら、負の質量自体が正の重力なのかもしれない。というアイデアを思いついたのです。
先ほどの重力の問題も負の質量自体が重力と考えると問題が解決します。そう考えると負に落ちる点。宇宙は無から生まれたとされます。点位にはプラスとマイナスがあり、宇宙の総和が0であるということがなんとなく予測できるのですが、それではなぜ宇宙にある質量の総和はプラスなのでしょうか？ 0 からプラスが生まれるのであれば同時にマイナスも生まれなければ計算が合いません。重力が負の質量であるのならば、0からプラスの質量とマイナスの重力が生まれたと考えることができ計算が合います。粒子としての重力時空の歪みとしての質量。重力は一般相対性理論では幾何学として記述できる時空の歪みなのですが、量子力学では重力を記述できないという物理学上の問題があります。私は、先ほどの負の質量が重力を粒子として扱った姿ではないかと考えました。そう考えると、逆に質量を時空の歪みとして考えた場合、よく重力の説明に出てくるこのような空間の歪みは、このようになるのではないかと思います。時空の歪み方を正確に表した図ではないのですが物体の中では時空の歪み方が重力と逆になるという考えです。最後に、しかし私は学者ではないのでこの考えが本当なのかを証明する方法もわかりません。ですので、動画という形でとりあえず視聴者の皆様に自分のアイデアを紹介させていただきました。根拠も数式もありませんが、アイデアを言うだけならただなのでとりあえず外に出しておけば得、と思っています。自分は他にも色々宇宙については考えがありますが、こちらはまた別の機会に動画にするかもしれません。それでは、また。